一行が通り過ぎていく様子を。それ以上建物を作ったらいけないという高さ制限があるんです。だからここで日本最大の火薬を作ることができたんです。で、その火薬がここに集まってたんですよ。それで、だけど政府は。では後半戦始まります。後半のディープな解説ポイントはこちら。前半に引き続きガイドブックには載っていない情報が盛りだくさん。前半の動画と合わせてご覧いただければ、あなたも城山通になれること間違いなしの一本となっております。それでは早速5番目の解説ポイント、鹿児島と渋谷の意外なつながりについて西さんにお話を伺ってみたいと思いますが、その前に突然ですが皆さん、東京は渋谷で開催される鹿児島ゆかりの渋谷鹿児島おはら祭りはご存知でしょうか。毎年5月中旬の土曜日日曜日に渋谷109前を交通止めにするというオリンピック並みの盛大な交通規制を実施して行われるこのお祭り、1998年から始まり、来年で25年目を迎える歴史あるお祭りです。しかしなぜ渋谷で鹿児島のおはら祭り？西さんが意外と知られていない渋谷と鹿児島のつながりについて教えてくれます。島津家がまだ全体を治めない頃に北薩方面をいくつかの氏族に分かれて、治めていたのが渋谷市。その関係が一つ。それからもう一つ。この渋谷市に関してピンポイント注釈を挟ませていただきます。渋谷市というのは日本の氏族の一つです。平安時代くらいまで遡ると天皇までたどり着いちゃうという由緒ある血筋です。今では日本全国に渋谷さんという方はいらっしゃいますけれども、その中でも特に代表的なスーパー渋谷一族が、2つございます。一つは相模渋谷市、そしてもう一つが薩摩渋谷市。一つ目の相模の方はいわゆる渋谷市の本家になります。現在の神奈川県大和市、藤沢市、綾瀬市あたりでブイブイ言わせていた一族です。現在の東京都渋谷区一帯も領地としていました。で、もう一つの薩摩渋谷市、こちらは鎌倉時代に薩摩、鹿児島にやってきた移住組です。西さんがおっしゃっていた北薩地方を治めていた一族の渋谷氏という人たちはこの薩摩渋谷市のことです。それからもう一つは東郷平八郎ですね。東郷平八郎を祀る神社というのがどこにあるかというと、竹下通りの後ろに原宿の竹下通りの隣接する形で東郷神社というのがあります。その縁があります。それとあともう一つ、西郷山公園というのが渋谷にあります。出た行きましたそれがまさにその西郷さんの西郷弟ですね。西郷次道の邸宅があったところが西郷山公園ですね。お兄さんがまた東京に来た時に住むところを確保しておこうと思って確保した場所が西郷山公園になります。あともう一つ、渋谷の忠犬ハチ公ですね。あれを作った人、銅像を作った人が鹿児島出身の安藤輝という人です。これは鹿児島出身の輝さんは他にも有名な銅像を作っていますけど、それは何かというと西郷さんの銅像ですね。今そこの下の、同じ人が渋谷の忠犬ハチ公と。ここが有名な西郷洞窟ですね。最後の5日間、9月24日の朝4時ぐらいにここを立ったといいますから、それまでの間5日間、ここに泊まって、最後は抵抗というかですね、落ち着いた場所。記録として残っているのは、陸軍の、いわゆる政府軍団の、2曲演奏した記録が残っていて、1曲は曹操行進曲という、
パンパンパパンパンパパンパパンパンってやつですね。あともう一つはパンパンパパンパンパパパパパンパンパンって表彰式で流れるやつです。その2つの曲は、一応、その最後分やねぎらい、最後の番のねぎらいだったのか、それを一生懸命遠巻きに演奏して、それは応援のために演奏したとかいう説もありますけれども、そういう記録が残っています。少し脱線しますが、西南戦争決戦の前夜、演奏していた官軍の音楽隊は、実は大半が薩摩藩出身者で形成されていました。そのことから、当時横浜に住んでいた外国人からは、薩摩バンドと呼ばれていたそうです。なお、この音楽隊は日本最初の吹奏楽団とも言われています。同じ薩摩藩同士、敵と味方に分かれて戦わなければならない。その心境を思うと、なんだか胸が熱くなります。ということで、ここら辺から、いわゆる最後の晩を過ごして、もうその時にはかなり数が減ってたんですけれども、これがもうその多分対象。薩摩岸っていうのは木曽川、長良川、揖斐川という木曽三川ですね。そこのいわゆる改修工事を薩摩藩が命じられました。薩摩藩が大きい藩なので、幕府は力を削ごうということで、薩摩藩に命じてその改修をさせたんです。木曽三川はどこにあるのか地図上で確認してみましょう。そこは三重県、岐阜県、愛知県の県境にまたがるエリアです。航空写真を見ていただくとわかる通り、一級河川の木曽川、長良川、揖斐川が合流する地域で、一度大雨が降れば、3つの川は混ざり合って大河となり、家や田畑を飲み込み、昔から洪水による被害で、この地域に住む人々を苦しめてきました。それが1754年かな、ぐらいのことです。それでその1年ぐらいかけて改修したんだけれども、莫大な借金を背負って、かつ大きな犠牲を払って、でもすごい、難工事を成し遂げたわけですね。それで結局今も岐阜県の人たちは、鹿児島の人たちを薩摩様と呼んで非常に尊敬してくれています。その時の工事ので気づいた今治水神だというのが立ってますけれども、千本松原というですね、非常に松並木が綺麗な場所ですけれども、そこでしっかりと川を区切ってですね、お互いの川から水が行き来しないようにしたということが今も治水に非常に役立っているということでですね、そこらには、この義士の方々のお墓も向こうにもありますけれども、ここにもまとめてお墓を、その筆頭だったのは家老の平田幸恵さんという方。その方が全ての責任を取って工事完成後に腹を切られて亡くなられたんですね、現地で。平田幸恵、その人が一番上に、祀られているのが平田。また脱線しますが、私の愛する源太郎先生がこの木曽三川の治水事業について漫画を描かれています。最後、おえつするほど感動しました。ぜひおすすめなので見ていただきたい。Amazon で Kindle 版も出ています。概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。祀られているのが平田幸恵さんの。今さこの間とかよかったの。いわゆる島津家の伝統で、長男には頭にただの字をつけるんですよ。例えば成明とかはどっちも入ってないじゃないかっていう話になりますけど、本当だ。これはなぜかというと、成明公は別に忠方という名前が正式にあります。で島津義弘公ですね、戦国時代のもつきませんよね。義弘先輩も忠平という名前がつきます。忠平。次男は久の字を使う。久ってそれはなぜかというと、島津家初代が忠久公なんです。忠久。だからその長男は忠の字をもう頭にして、次男以下は久の2番目に久を使うということで、
それが、結局だからこの人は次男さんですので、久光公になるわけですね。ということです。それで、なぜ成明とか義弘がつかないかというと、当時は幕府の、いわゆる結局、将軍の贈り名をもらわないといけないことになっていたんです。だから、自分の名前というのは名乗れなくて、将軍の字を一字もらって、それで名乗るという。だからその成明も家成公からもらって、幕府の11代将軍ですかね。家成公からもらって成明。成明のお父さんも成明ですね。というような島津家の名前のルールというかですね。さっき言った義弘公は、足利義昭公からもらってるわけです。ああ、すごい。本当だ。必ずもらって、だけど、忠の字はちゃんと付けた名前は別に持っていると。さて、成明公の前に戻ってきて、ディープな城山ツアーはもう間もなくゴールインとなります。ほぼ一番上の位をしたいなと思って、今日は鹿児島にもいろいろあるなと。すごいなと思っていただければ、それだけでも私としても話をした甲斐があったと思います。またぜひこれからもちょっといろんな視点で鹿児島を見ていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。西さん、ディープな城山の旅、本当にありがとうございました。目から鱗の情報がたくさんあり、好奇心を刺激されるお話が盛りだくさんのツアーでした。次回の企画も楽しみにしています。さて次回は名山の暴れ馬、太さんが営むコンビニエンス太をご紹介したいと思います。どうぞお楽しみに。まあいいっす。いや、この白も飲まずにこれ飲んどけ。